皆さんこんにちは。今回はねちょっと料理好きとかね、お弁当なんかを作っている方の間でねちょっと話題で流行っているおにぎりがあるので紹介したいと思います。見た目もね可愛くてね、結構味付けもねバリエーション豊富でいろいろできると思いますしね、一応ホームパーティーとかねバーベキューの時なんかにね作って持っていくっていうのもありだと思います。結構ね今来てる可愛らしいおにぎりなんで紹介していきたいと思います。一応ねどんなおにぎりかというとね、こちらですね、生ハムで作ったおにぎりです。それではね作り方の方を紹介していきますんでよろしくお願いいたします。それではね材料の方紹介していきたいと思います。今回はね一応こちら生ハムですね。生ハム比較的ね簡単にコンビニとかスーパーに売ってると思いますんで、そちらをね利用したいと思います。あとはねこちらクリームチーズ、こちらだいたいね 20g ぐらいです。あとね白いご飯、お好みですけどね、こちらだいたいお茶碗1杯半ぐらいの量ですかね。一応これだけを使ってね作っていきたいと思います。まずはねご飯をねボウルなどに入れてください。そこにね先ほど細かくで切っておいたクリームチーズをね入れて混ぜ合わせます。もうクリームチーズがね混ざる感じで大丈夫なんで、さっくりと混ぜ合わせてください。しっかりとね混ぜ合わせても完全にご飯と一体化させても大丈夫です。このねクリームチーズがね後々食べた時に効いてくるので、さっくりとこんな感じで混ぜ合わせておいてください。こんな感じですね。はい、次はねおにぎりを作っていくんですけど、まずはねラップの上にね生ハムを2枚並べて置いてください。今回はね少し一口で食べれる手まり寿司風のねおにぎりにしたいと思うので、こんな感じで置いていきます。生ハムのねちょうど真ん中ぐらいにね一口サイズぐらいになるぐらいのご飯を乗せてください。ここまでね乗せたら、あとはもうこのままねラップを使って形を整えながら包んでいきます。だいたいこんな感じでね包んで持ち上げて、丸い形を意識しながら丸めてください。あとはねこの最後のところをくるくるっと止めといて、あんまりギュッと押さえるとね硬くなっちゃうのでね、軽く押さえながら形を整えて、こんな感じですね。これでもう一つ完成です。もう一個いってみます。まずはラップを引いて生ハムを2枚並べます。あとはこの中央に一口サイズのご飯を乗せてください。あとはねラップを使ってお好みの形に丸めて形を整えてください。もちろんね三角にもできますし俵型にもできます。今回はちょっと手まり風にしたいと思います。この時のねポイントはあまりしっかり押さえないで、軽く優しく形を整えてください。これでね完成です。それではね盛り付けていきたいと思います。一応ねお弁当なんかに入れることもできるんでね、その時はもうこのラップのまま入れちゃってください。今回はねもうすぐに食べるんで、一応ね先ほど作った生ハムおにぎりをねラップから外して、お野菜なんかと一緒に盛り付けていきます。結構見た目がね丸くて可愛らしいんで、
これからの季節ね、バーベキューとかもすると思うんでね、そういう時に作って持っていくなんていうのもありだと思います。こう、ホームパーティーなんかにもおすすめですね。結構いっぱい並んでたら綺麗で可愛いと思います。まあこんな感じですね。これでね、ちょっと今話題の生ハムおにぎりの完成です。それではね、生ハムおにぎりちょっと食べてみたいと思います。もうおにぎりなんで手でいきます。はい、もうめっちゃうまいです。今回はね、このクリームチーズがめっちゃええ仕事してますわ。生ハムのね、塩気の中にね、ちょっとチーズでコクが出たご飯が混じり合ってね、めっちゃうまいです。もしかしたらね、こうブラックペッパーとか上から軽くかけても美味しいかもしれないですね。結構お弁当なんかにも使えるんで、試してみませんか？はい、こちらね、完成した生ハムおにぎりです。一応今回はね、ご飯にちょっとクリームチーズを混ぜて作ってみましたけど、このね、ご飯に混ぜる具をね、変えることでいろんなバリエーションができてね、和風にも洋風にも仕上がると思います。大葉をね、刻んだやつを入れたりね、バジルを混ぜたりとね、皆さん結構工夫してね、今、お弁当を作る方とかね、おしゃれな料理をするね、料理好きの間でちょっと話題になっている可愛らしいおにぎり、生ハムおにぎりでした。もしね、よかったら簡単に作れますんで、挑戦してみてください。あとね、やっぱ生ハム自体にね、塩味が結構ついているので、もうご飯の味付けはほとんどしなくて大丈夫だと思いますので、そこら辺は注意して作ってくれれば、きっと美味しい生ハムおにぎりができると思いますんで、試してみてください。今回はね、以上でございます。いつもありがとうございます。また次回もよろしくお願いいたします。またね。